はい、柴崎ですよ。お元気ですか？今日はね、クレヨンでこの色のついた紙にね、ある動物を描きますよ。と言いながら、ちょっとアウトライン書いてあるからもう分かったかな？はい。今日はね、どなたでもっていうか、かなりの人が知ってるだろう、有名な動物をこの色のついた紙に描いていきます。だからそういう意味でね、クレヨンで動物を描くっていうことと、色のある紙に絵を描くにはどうしたらいいかというね、2つの興味の視点で、楽しんでくださいね。はい。さあ、もうそう言いながらもね、こう色を重ねていってます。今も言ったように、この赤い、色の紙のこの色を生かす、3段で描いてるんだけども、少し日陰とかね、そういうあたりにこの紙の字を、赤色を残そうかなと思ってるんですけどね。さあ、うまくいくかな？ほら、もうこの動物のね、足からお腹のあたりね、進んできました。はい、大きい動物ですね。もう分かったと思うからね、名前言っちゃおうかな。トリケラトプスというね、恐竜ですね。前回ね、ティラノサウルスを書いたらもう大変皆さん興味を持ってくれたので、今日はね、こうやってクレヨンで色をつけながら、ティラノサウルスとね同じぐらい、知ってる人が多いと思うこのトリケラトプスを描いてます。トリケラトプスっていうのは、調べてみましたら、古代ギリシャ語で三角の角を持つ顔ということらしいんですね。三角じゃない、3本の角を持つ、顔ですね。今だんだん顔描いてくるからね、そうするとトリケラトプスの名前の由来がね、よくわかると思います。はい。で、今言ったようにこの赤い紙のね特徴を生かしながら描いてるんですけども、このトリケラトプスがいたのは、今からだいたい7000万年ぐらい前のね、白亜紀後期という頃に、今のアメリカ合衆国からカナダのあたりにかけて、住んでいたらしいんですけどもね、とっても大きい、恐竜みたいですね。体がですね、全長だから長さなんでしょうけども9メートルあって、体重が12トンもあったんですって。12トンって一口に言うけどものすごい重さですよね。この足の形なんかね、今ね現代のサイですね、アフリカにいるシロサイかな、そういうのに非常に似てるらしいんですけども、ちなみにそのね、サイも大きいですけど、サイはね、体重がね2トンから3トンだということなので、トリケラトプスは12トンですからね、だいたい4倍ぐらい、4倍か5倍ぐらいの大きさがあったということだよね。サイがここに4頭か5頭一緒にいるっていう感じですよね。だから思いのほかすごく大きいんですね。ねえ、いろいろと映画とかね、いろんなところに登場する人気者のトリケラトプスですけどね、そんなに大きかったんだもんね。さあ、いよいよほらね、この名前の由来になった3本の角を持つ顔という部分ですね。そこを今描いてます。3本の角どこにあるかというと、1本は短くて、鼻の上の方ですね。であと残り2本はこの目の上に左右に2本あるんですよね。そしてこのあとトリケラトプスでこの目立つのはこの
いわゆるフリルと言われるね、なんて言うんだろう、頭の上にこうっと広がったね、この大きなもんですよね。これがねすごくすごいんだけども、これは今なんでこんなになってるかっていうのは諸説分かれてるみたいですね。なんかこうメスを獲得するためにデスプレイで使ったんだっていうのもあれば、いやいやこれはティラノサウルスの防御ね、攻められた時に食べられないように防御したんだろうとかね、いろいろ説があって、あまりまだはっきりしてないような感じもあるらしいんですけども、だから夢ありますね。よくわからないから余計なこの恐竜ってのは夢があるんですよね。しかも大きいしね、こんなに大きくてもうよく動けたなと思うよね。だってサイが大きなシロサイが4頭ね、3頭か4頭くっついてるような体ですよ。はい、それでトリケラトプスといえばこの口ですよね。なんかこのくちばしみたいになってるこの口ね、これ草食竜ですからね。だからこの尖った口で草や葉っぱを食べていたと思うとまた不思議ですね。だって先端の方はピンセットみたいになってるんだもの。ちなみにこの白亜紀ってのは植物では、被子植物っていうね、いわゆる花を咲かせる、今私たちが見ている植物がこの地上にね、生まれてきた時なんですから、そういう植物もきっと食べていたに違いないですよね。こんな口ですよ。口がこんなになってね、先っちょちょっとこう丸々いような尖るような独特の口ですもんね。これで植物を食べていたんだ。面白いねそう思うと。はい。トリケラトプス、もうどこ見ても個性的ですよね。今同じような動物ね、部分的にはさっきサイに似てると言いましたけど、その他ちょっと似てる動物いないですよね。でね、体全長が9メートルもあって、この頭の部分だけでも2.5メートルあったっていう話ですからね。じゃあ僕がこのトリケラトプスの前に立ったら一体僕はどのくらいの大きさになるかっていうのね、なんかそんな比較してある図がね、載ってました。それ見るとね、このトリケラトプスの今描いてるこれがね、鼻の上に立ってる角なんですけど、その角が生えてるその辺りまでが僕の身長らしいんですよね。だからもうどのくらい背が高かったかね、こんな巨大なのがドーンと目の前に現れたら怖かったでしょうね。だから柴崎今書きながらね、どんな目にしようかな、怖い目にしようかな、でも草食竜だから優しい目にしようかな、ちょっと悩みながら書いてるんですけどね。いろいろ調べてみるといろいろなところにいろいろな復元図がねたくさん載ってるんですけどね、でもどれを信用していいかちょっとわからないので、柴崎なりにですね解釈しながら、こうだったんじゃないかしらというふうに書いてるんですけど、ただこのトリケラトプスは、複数でね行動していったという説もあるので、それをちょっと今尊重してですね、向こう側にもう一匹のもう一頭というかな、トリケラトプスの頭を描いてます。角ですよ、描きます。ここだよね、こんな角だよね、ぎゅーっとトリケラトプスの角ですね。こうやって見ると鼻の上に小さい角と目の上に長い角があるの分かりますね。でこのフリルですね、ほら口がこんなになってんだよね。面白いね。はい、
じゃあこうやって今ねトリケラトプス、2頭ちょっと描いてますよ。足も描きました。そして足元にね影を描きましょう。赤い紙に描いてるからね、影はブルーやグリーンを使おうかな。こんな感じ。切るでしょ。はい。どうかしら。だんだんトリケラトプスみたいになってきたかな。ね、こんな感じです。ちょっとこっちをギュッて見たようにしたんだけど、さあそれじゃあね、3本の角を持つ顔という名前に由来のその角を描きますよ。ギュッとね、こんな色をちょっと使おうかな。かっこいいでしょ、この絵の方がね。よいしょっとこっちもちょっと立体にしますね。はい。ここはやっぱりトリケラトプスはこの角をね描かなきゃね。はい。さあ角が生えました。それでちょっとねこう引っかいて、この紙のね赤い字をちょっと出しながらもう少し形を作ります。これ紙が赤いからこういうやり方ができて、またこれも楽しいんですね。さあちょっと角を強調しましたよ。どうかな、トリケラトプスらしくなってきた？それちょっとね今背中の方塗ってるんですけど、実は、少し背中がね丸くなりすぎたので今修正してます。柴崎ね勝手にこう少し体はね横向きに、顔だけがね正面向きになるように描きたかったんだよね。でそれをうまくつながるように、してるんですけど、尻尾もちょっと太くなりすぎたのでちょっと修正しますね。もうちょっと細かったような感じもするからね。でもこれもどれが正解か分かんないんだけど、ほらこんな細くです。さあできたかな。さあどうだろう。はい。さあこれで出来上がりです。はい、書き上がりましたよ。ねえ、トリケラトプスですね。はい。楽しんでもらえたかな。今から7000万年前というね、はるか昔に実際にこんな巨大なね、生き物がこの地球の上を歩き回っていたんだよね。考えるとすごいですね。でも、それから7000万年後の現在ね、あなたと私がこの YouTube でこのトリケラトプスを見ているというのもまた不思議ですね。ね、地球の長い長い歴史のほんの一瞬の一コマです。はい。さあ、ということでね、今回も長い時間ね、見てくれて本当にありがとう。また次回ね、違うテーマ、違う作品であなたとお会いしたいと柴崎思ってます。それまでお元気にね、お過ごしください。はい。どうもありがとうね。はい。またすぐにお会いしましょう。柴崎春道公式オンラインサロン、シバーツメンバー募集中だよ。シバーツなら YouTube では話せない柴崎の特別なライブ配信を月1でお届け。さらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができる。もちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています。柴崎がリアルタイムで、水彩画の基礎をあなたに分かりやすく教えるオンライン水彩画講座。メンバーになると割引価格で受講いただけます。毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵描きの会。出来上がった作品は柴崎がオンラインで公表いたします。メンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会。毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいます。さらに柴アツメンバーなら柴崎に直接質問のし放題。
オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけます。そんなシバースのメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催。たくさんのお客様にご来場いただき、素晴らしいイベントになりました。さあいかがでしたか？会社や学校、地元の人間関係とは異なるアートが大好き、描くことが大好き、そんな仲間が笑顔で集う場所、それがシバーツです。詳しくは概要欄をチェックしてね。